その命の中に全ての現れの変化があって、うん。ねえ。例えば、真空状態を作り出すことはできたとしてもね、空間がないってできないし、誰も空間がないを発見したことがないじゃん。常に、ね、この地球ごとなくなったとしても空間がなくなることはないんですよ。ね、そういう意味で、ね、この地球というものが寿命を迎えて、ね、ある意味その言葉として死んだとしても、空間という命は消えてなくなることないんですよ。えー、でね、まあ、とにかく僕たちの正体は、ね、命の側なんです。私が命を所有してたりだとか、私が命を使っていたりとかっていうことじゃなくって、えー、あのー巨大な命の中の現れが、いろいろある中の、ここだけを限定して私だって定義が生まれているって話です。はい。えー、空と命が今一つわからないです。空っていうのは、そのまんま空っぽっていう意味です。はい。命の中には、特定の実体というものはありません。常に空っぽですという意味です。で、ちょっと話戻しますね。人生の意味の方に行きまして。とにかく僕たちの正体は命の側なんですよ。それを前提にしないと話が進まないんで。はい。で、この命は本当にあり続けるしかできないんです。で、あり続けるしかできない命。まあ、そこもね、もう本当方便ですよ。方便だけど、そこに命自体が望むものがあるとしたら、たった一つ、その生きているという実感が欲しいということなんです。で、この本体、命の側が望む生きているという実感の欲しさ、その実現のために現象界の様々なこの変化があるんです。そしてこの中で、その実感を、分離意識というものを通じて、人として、えー苦しみで経験している人と、喜びで経験している人がいるっていう、ただそれだけなんです。これは、その生きていることの実感という目的のためには、喜びだろうと苦しみだろうと、そこの部分では同義になっちゃうんです。深い苦しみだとしたら、苦しみが浅かったらそこまでじゃないけど、苦しみが深くなれば深くなるほど、その苦しみにおいて、うわ、生きてるっていう感覚が上がってくるんです。同様に、喜びが大きければ大きいほど生きてるってなるんです。だから、どっちも実感できるから、表層意識としてのね、我々の感覚でいくと、苦しみで経験するのはたまったもんじゃないってなるんだけど、命の側から見ると、苦しみであろうと、これは願望が実現しているっていうことになっちゃうんです。はい。えで、より深くこれが分かっていくと、苦しみということ、この経験が深い意味で喜びであるってことが分かってくるんです。でいくとこれはね、どう伝えたらいいんだろう。でもまあそういうようなことなの。はい。で、えーっと、いわゆるそのさっき、安倍さんが言ってた自我っていうこの仕組みというのは、
この、多様性としてね、様々なその経験、生きている実感というのを味わうということにおいて、ね、その多様性を生み出すための仕組みの一つなんです。でね、あのこの自我っていうプログラムを通じて生きている実感を経験していくことをカルマと言います。で、喜びを通じて実感していく流れをダルマって言います。聞いたことあると思うんですけど。うん。ね、だったら喜びで実感したいってね、皆さんが書いてる通りなんですよ。で、これ構造上、さっき言ってた、自我っていうこのシステムの影響を強く受けていけばいくほど、カルマっていうものが体感として分かってきます。そして、このプログラムが、の影響を受けなくなっていくほどに、ダルマっていう感覚で生きるようになります。スイッチオンオフで、カルマ、ダルマってピッピッって切り替えてるんじゃなくって、スライダースイッチみたいな感じで、常にこれが 100% だとして、その間のどっいうのをこの行ったり来たりとかしてるんですよ。で、この行ったり来たり、そのまんま自我システムへの、どう言ったらいいかな。影響の受け具合、それと比例するってことです。自我っていうものは、さっき言ってたこの全体に降りかかっているシステムです。僕たち一人一人が別々に保有しているものではありません。私の自我、あの人の自我っていう言い方をする人がいますが、それは自我の話をしてるんじゃなくって、性格や人格の話をしてるに過ぎないんです。自我は、その性格や人格以前のシステムの話です。私と私以外があるっていう、この分離感を生じさせるシステムが自我、エゴです。はい。この分離感自体は、そもそもの問題ではないんですよ。ただ分離感を生むっていうものがある。はい。で、この、分離感が生まれて、僕たちにそのプログラムが、ある種どう言ったらいいかな、インストール、ね、これは先天的に僕たちの質として持ってるものじゃなくって、後天的にダウンロードされて、そのアプリケーションが動き出すみたいな感じなんですね。で、それが動き出すと、その自我プログラム、自我プログラムが、していくのがですね、アファメーションプログラムなんです。365日意識がある中で常に僕たちの耳元にあるマントラを囁き続けるっていう、マントラっていう言い方良くないな。あるフレーズを流し続けるプログラムです。それがさっき安倍さんがお話し会で、言われていた、この満たされていないという感覚を生む、その、呪文です。このままじゃダメだっていう呪文をとにかく反復して繰り返していくんです。で、これが、実は、この自我プログラムの影響を受けていようと受けていまいと常にあるんです。もう BGM として。で、もし僕が皆様の
もう耳元に張り付いて365日四六時中、もうずーっとこのままじゃダメだ、このままじゃダメだ、このままじゃダメだ、このままじゃダメだって言ったらもうノイローゼになりそうでしょっていうか、もうすでに人類はある種このシステムのせいでノイローゼになってるのは、見ての通りですっていうことなんです。で、このままじゃダメだっていう暗示から、それを真に受けてしまうと、ね、要はその思考というものが動き出し、えー、あの、まあ、カルマラインに乗っかった人生が始まるわけです。ね。で、この自我システムの影響を受けないとどうなるかっていうと、いや、このままでよくねっていう人になるんです。はい